この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。指一本くれや指ということで、こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、元気をくれるイラストですよね。ナノさんの作品で、タイトル、犬神コロネ。斉藤直樹さんはじめまして。ホロライブの犬神コロネさんのソロ曲、ドッキーコッツストリートのファンアートを描きました。周りの方に添削していただいたり、自分でも色々と試行錯誤をしながら描き上げたイラストです。光の当て方や色、ぼかしなどを使って遠近感が出るように気をつけました。私の描くどのイラストにも共通しているのですが、背景を描くとメリハリや華やかさがなくなったり、安っぽい仕上がりになってしまうことがあります。今回のイラストもそうならないように気をつけて描いたのですが、やっぱり安っぽさを感じ、何か足りないような気がします。あと一手間というのが欲しいのですが、どうすればいいのかわかりません。大好きな VTuber の大好きな曲なので、もっと魅力的に華やかに仕上げたいです。どうか添削していただけないでしょうか。よろしくお願いします。とのことです。いやー、まずですね、このイラスト。犬神コロネさんへの愛をすごく感じるイラストで、とても可愛いなっていう風に思いました。冒頭で言ったように、コロネさんの挨拶として、指っていうね、挨拶があると思うんですが、ちょっとね、これは謎の挨拶なので、気になる人は後で調べてほしいんですけど、それはさておき。そういう彼女独特な挨拶をちゃんと絵に落とし込めてますし、コロネさんのオリジナル曲の衣装もとても可愛く描けていると思います。ナノさん、素晴らしいです。でね、今回どこを添削していくかなんですが、ナノさんも気にされているメリハリのなさについてですね。多分ね、このメリハリのなさがひいてはナノさんが言っている安っぽさに繋がっている部分もあると思います。でね、このメリハリのなさってどこから来ているのかっていうと、もう結論言っちゃいます。これはですね、影を描くことに意識を向けすぎということです。ナノさんはですね、ぼかしとか何か一手間を加えるとうまくいくんじゃないかっていう風に試行錯誤をしているみたいですが、実はですね、ナノさんの場合には手間を増やさなくても、一つね、意識を加えるだけで、このイラスト、見栄えをアップさせることができると思います。なので今回の添削は、影を意識するあまり沈んでしまった絵を、どうすればパッと見た時にメリハリがあって鮮やかな印象にすることができるのか、解説していきたいと思います。それでは早速、行ってみましょう。まずですね、影を意識しすぎ問題もそうなんですが、ちょっとね、ポーズがもったいないなって思ったので、まずはそこから修正させてください。特にですね、この手前にあるこの手ですね。これが顔と同じ位置に垂直に並んでしまっているので、ほら、こんな感じですね。ここに垂直に並んじゃってますよね。このせいで動きをあまり感じられない絵になってしまっているんです。まずはそこを修正したいと思います。こうです。はい。手を少し上に上げて、顔と垂直な位置を避けました。これによって少し動きが感じられるようになったと思います。腕の位置をね、少しずらしましたので、隠れていた部分を描かなきゃいけませんね。胸の部分を描き足していきましょう。はい、こんな感じですね。さっき説明したように、手と顔の位置関係もそうですが、やっぱりキャラクターにとって、この辺のね、バストアップの部分、ここの部分ってすごく大事な要素なので、何か深い意味がない場合には、この辺はあまり隠さない方が見た目が良くなると思います。でね、しれっと僕、今日の本題の添削の部分に入っていたことに気づいた人は気づいたかもしれません。影を意識しすぎ問題の修正についてです。これですね、実は中級者にありがちな問題なんですが、
イラスト中級者になってくると、影を描くことを強く意識し始めます。それ自体はね、すごくいいことなんですが、影を描こうとするあまりですね、光が当たっている部分の色を逆にあまり意識しなくなってしまう段階があるので、イラスト全体的にですね、色がくすんでしまって、メリハリがなくなってしまうことがあるんです。ナノさんのイラストもですね、そんな感じになってしまっている感じがしますね。なので僕は今上半身を描くときに、こっそり光が当たっている部分にですね、鮮やかで明るい色を描き足してみました。ちょっとね、胸元はそもそも隠れていたので分かりづらいんですが、このね、上の面を見てください。ちょっとね、明るい色を足してますよね。これによってメリハリが出たと思います。ここからの添削はこんな風に色を鮮やかに持ち上げる部分を意識的に作っていくので、その部分に着目しながら見てみてくださいね。続きやっていきましょう。次はですね、三つ編みの部分です。こうしたいです。はい、こんな感じです。三つ編みがね、少し太かったことで、特に肩の後ろの部分ですね、ここが見えなくなってしまっていました。ここが見えないと、後ろの腕がどういうポーズをとっているのかいまいちわからなくて、これね、実はここに下に手があるんですけど、これがね、何なのか判別しづらかった点があると思います。なのでできれば髪の毛を上にずらして肩を見せたいですね。これがあることでね、あ、これ手なんだなっていう風にギリギリわかるようになりますよね。はい、上半身を修正したので、下半身もいまいち繋がらなくなってしまいました。そこも自然に繋がるように形を修正していきましょう。やってみます。はい、こんな感じ。下半身についてもポイントなのは、このね、腰あたりとお尻あたりの光が当たっている部分を意識するということです。ここはですね、お尻をぐっと後ろに突き出しているので、この辺は上を向いている面ですよね。なので、光が当たる部分です。そこをね、こんな風に明るく持ち上げてあげましょう。次に細かいですが、首のつき方も直していきますね。やってみます。はい、こんな感じ。細かい部分なんですが、首のつき方って結構難しくて、ここがしっくりこないと、体全体の動きがギクシャクして見えてしまうんですよね。なので、鎖骨からのつながりだったり、太さだったり、いろいろなバランスを見ながら、ちょうどいいバランスを探っていきましょう。この首輪もですね、顔面が見えると、さらにいい感じだと思いますね。さて、顔の部分の添削に移っていきます。ここもね、光の面を強く意識しながら添削していきますね。まずは、サンバイザーから。はい、サンバイザーの色を鮮やかにしました。ここはね、一番光が当たって鮮やかな色になる部分だと思います。なので、ハードライトレイヤーを使って色を持ち上げました。あと、ここ一番のポイントです。はい、顔の色ですね。顔の色はサンバイザーがあるからという理由だと思うんですが、帽子のつばから落ちる影を強く意識して描いたからだと思います。結構ね、濃い影が
ついていましたよね。ですがそのせいで顔の印象が暗く沈んでしまっているんですよ。これだといくら手を入れても顔が引き立たなくなってしまいます。そもそもこのイラストは最初から逆光気味に描かれているので、一度ね、逆光で暗くなった顔に対してさらに帽子の影を落としてしまったら、なおさら暗くなりすぎてしまいますよね。そういう場合には帽子の影は一旦無視して省略してしまった方が見栄えが良くなると思います。はい、こんな風に影色も暗めの色を選んでいましたが、こんな風に割と鮮やかな肌色を持ってきてもちゃんとね、影色に見えると思うので、それもね、ポイントです。さて次は目の部分の修正をしていきましょう。目はですね、むしろ影の中にあるにしては明るすぎる印象でしょうか。もしかしたらね、これわざとやってるかもしれないんですが、目だけ明るすぎるので、ちょっとね、黒目が発光しているようにも見えちゃっています。そこを修正していきますね。はい、黒目の上部の部分を思い切って暗くしてみました。これはね、絵柄にもよると思うので、取り入れても取り入れなくても良いですが、このぐらい目にコントラストをついたことで、より印象的に見える部分もあると思います。あとちょっとですね、若干気になるんですが、最初が分かりやすいかな。よく見ると顔の部分にも色臭さがついてるんですね。これによって少し印象がぼやけてしまっている部分があります。色臭さっておしゃれでかっこよくはあるんですが、画面がぼやけてしまって見にくさの原因にもなってしまうので、顔の部分に関しては少なくともあまりかけない方がいいと思います。顔の部分だけ色臭さの効果を取りつつ、中身の形を整理していきたいと思います。はい、こんな感じ。あとは前髪の色。ここもね、顔の色を持ち上げましたので、同じように明るく持ち上げてあげた方が良いと思います。こうです。はい、こんな感じ。変更前はですね、ベースの色の上に影をのせるような手数が入っていましたよね。僕が直した方はベースの色にハイライトをのせるようにしました。見比べるとね、こんな感じの印象の違いがあります。ほら、どうでしょうか。こっちの方が印象が明るく形を持ち上げる効果がありますよね。そうです。影ってですね、絵を奥に引っ込ませる効果があるんですが、逆にハイライトは絵をぐぐっと前に持ち上げる効果があるんです。影は引っ込ませる。ハイライトは持ち上げるですね。ナノさんは影を描こうとする意識が高いので、描けば描くほど絵が奥の方に引っ込んでいってしまって、あれなんかいっぱい描いたはずなのになんでこんなに見栄えがしなくなっちゃうんだろうってね、そういう状態に陥っていたと思うんですよ。その解決方法は簡単です。影じゃなくてハイライトを入れること。ハイライトを入れることで手前に持ち上げる部分を作ってあげることができ、ナノさんの絵がさらに立体的に持ち上がってくると思います。さあ、それが分かったところでもう一箇所ハイライトを入れていきましょう。頭の上の部分ですね。はい、頭の上の部分をより明るくしたことで、さらに存在感が増した感じになりましたよね。さて最後にちょっと細かい部分も修正しつつ、全体的に形を整えていきますね。はい、こんな感じ。特にね、この髪飾りの部分はコロネさんのパーツの中でも印象的ですが、ちょっとねこのデフォルメに対しては少し大きめかなっていうふうに思いました。なのでこんな風にちょっとね小さく調整しました。次は背景の部分を添削していきましょう。背景はねとてもナノさんのコロネさんへのファンの心が現れている部分だと思います。ちょっとねこれ独特な身内ネタなので説明はしづらいんですが、コロネさんの視聴者は配信が始まった時にね、あくまで、精神世界での意味ですが、
指を1本切り落としてコロネさんに送ります。で、その指をコロネさんは腐らないように氷水につけておいて、配信が終わった時に視聴者に返すっていうね、そういうね、設定があるみたいなんですよね。合ってますかね。これね、指を人質に取られたら放送最後まで見るしかないので、途中離脱を防ぐうまい方法だなって、マーケティング的な部分からも感心してしまったんですが、この絵はまさに視聴者が精神世界での指をちょん切ってですね、彼女に送信している瞬間を描いているわけですね。ほら、ここ見えますか？これ指なんですよね。でもね、ちょっと一言言わせてください。そんな大事な設定が盛り込まれているこの指、これぼやけちゃってますよね。ここ、ぼやかしちゃダメです。いや、むしろもっと目立たせてあげてください。こうしましょう。はい、多分ですね、奥行きとかそういうのを考えて指をぼやかしたと思うんですが、ここってさっき言ったようにめちゃめちゃ大事な部分なので、ここはね、できるだけはっきりと描いた方がコロネさん喜ぶと思います。一つね、補足するなら、指をね、こんな風にリアルに描いてしまうとなんか生々しくなっちゃって怖いイラストになっちゃうので、明らかにですね、キャラクターとは描き方を変えて、こんな風に線を太くしたり単純化して、あえて記号的にね、指を描いてあげると、あ、この指はギャグなんだなっていうことが見た目にも分かって見ている人が不安にならずに済むと思います。そして次はこうですね。はい、ちょっとですね、上の方の背景が潰れてしまったんですが、後で書き足します。ポイントなのはですね、背景の下の部分、この部分に爆発しているようなエフェクトを追加しました。さっきですね、言うの忘れちゃったんですが、添削前のこのモコモコって何なのか、最初ねちょっとわからなかったんですが、これ多分ですね、指をロケットに見立てて発射する時の最初の爆発なんですよね。この爆発に勢いを持たせるために、はい、背景にもこんな風に爆発のエフェクトを追加してあげました。細かいことですが、この指ロケットの起動と爆発もこんな風につなげてあげた方が、あ、ここから飛び立ったのね、指っていう感じにね、わかりやすくなると思います。そして次はこうしちゃいましょう。はい、さっきですね、後ろにあったこの斜めの斜線、この紫の線なんですが、今のままだとこれが何かわからなかったので、こんな風に斜めにしてみました。これちょっとなんかいい雰囲気じゃないですか？これ何書いたかわかります？ロマンチックなあれですよ、あれ。もうわかりましたよね。流れです。流れはい。続き書いていきますね。はい、当然ですね、流れ指ですね。視聴者が送ってくれた無数の指が流れ指になって夜空から降り注いできます。その流れ指に向かってね、願い事をするコロネさん。こうね、夢があります。ソロライブでもうできることならね、もう全世界ツアーしたいよ。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 はい。当然ね、全然似てないんですけどね。でもコロネさん、同じ東北なまり民として親近感があるんですよね。勝手に。そんな彼女の夢をね、全世界から集結した降り注ぐ視聴者の指が叶えてくれる。めちゃめちゃ素敵じゃないですか？ちょっとグロいですけどね。さあ、そんな無数の指が降り注ぐ夜空を素敵にアレンジしていきましょう。こうです。はい。元々あったね、星の光を少しプラスして、夜空をきらびやかに演出してみました。さらに、これも最初からついていましたが、このね、キラキラエフェクトですね。これもプラスしていきます。
はい、キラキラエフェクトは背景だけじゃなく、キャラクターのこんな風に上にもですね、ちょっと載せる部分があってもいいかもしれません。で、最後、ナノさんは前後感の強調のためにぼやかす部分をあえて作っていましたが、この絵であえてぼやかしてもいいかなって思うのはこの部分ですね。はい、これはですね、完全に好みの問題だと思います。手前に来る手をあえてぼやかすことで、顔に目が行きやすくなりますよね。ただちょっとこれはね、迷いどころですが、これが仮に僕の作品だとしたら、もしかしたら、ぼやかさないかもしれません。はい、ちょっとこれはね、人によってばらけるところかもしれませんね。今回の添削は以上となります。並べて比較していってみましょう。右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか？ポーズもそうですが、影色。このね、色の使い方によってかなり印象が変わったのがお分かりいただけると思います。特にね、顔の部分ですね。ここの印象が沈んでいたのと浮き上がった感じ。これがね、分かりやすいと思います。今回はメリハリをつけて見栄え良くするためには影じゃなくて光も意識しようということで添削を進めてきました。はい、最初はこの状態でしたが、ナノさんは影を描くことについてはすごく意識できていました。ですが、影を描こうとするあまり、光があまり描けておらず、キャラが奥へと沈んでしまっていました。それを持ち上げるためには鮮やかな光をプラスしてあげるといいと思います。こんな感じですね。そして次は背景ですが、背景はですね、ファン精神が詰まった背景でとても良かったんですが、若干ですね、せっかく描いた指がぼやけてしまっていたり、ロケットの爆発の軌道が繋がっていないために、これが何なのかちょっと分かりづらくなってしまっていた部分がありました。そのせいでね、せっかくのナノさんのファン精神が少しね、伝わりづらかったのがもったいなかったと思います。それを分かりやすくするために、はい、こんな感じに添削してみました。VTuber ってね、僕的には身内ネタを世界中に広く広げていくところが面白いところだなっていうふうに思うので、こういった独特なネタを分かりやすく書く工夫も重要かなというふうに思います。それと今回の添削を見ていて、こう思った人もいるかもしれません。今回みたいに影の中にいる人物ってかっこいいと思うんだけど、でもどうやったらいい感じに見えるのか、いまいちわからないな。別の例でもわかりやすく添削している例が見たい。そんな方にはこちらの動画、気まぐれ添削98がおすすめです。人物を影に沈めることによって、より見栄えよく、よりリッチな表現にすることができるので、自分の絵をリッチに見せたいという方はですね、必見の内容となっております。こちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後に、あのコーナー、気まぐれじゃんけんのコーナーです。いきますよ。準備はいいですか？気まぐれじゃんけん、じゃんけんポン！それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。